Hey, ba bam ba bam bam ba abi ba bi ba bi ba ba bam ba bam bam ba abi ba bo bo ba bam ba bam bam ba abi ba bi ba bi ba 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 baばば。ビバムの宮司ござでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのようににゃんこにカリカリとシーバを用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そしてそのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押してスパチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのが白黒のクータくん。三毛猫のたまちゃん、開いちゃったけれども、グレーのぐーちゃん。そして画面に収まっておりませんが、白茶のゆりさん、チャトラのまさるくんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活って、どんな感じなのかなっていうのを、ちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいよと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに、Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからシーバをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにお中元あげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。散らかってるから全然綺麗になってるわけではなかった。はい。で、1日1個、猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティスって言います。で、なんでジャスティスっていうかっていうと、後ろにいるうさ耳をつけていて、左腕が取れている黒い観音様がこの番組のチーママでございまして、名前をたけしと言いますよ。で、たけしの言葉で乾杯のことをジャスティスって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。はい。では、行きますよ。せーの。ジャスティス。にゃんこたちはジャスティスしているあっちで。黒豆茶をジャスティスしている。私は今日は水でジャスティスでございますよ。あ、飲んじゃったな。あっちな。ね、もう来ないのかな、にゃんこはな。本当に一瞬でございましたな。はい。で、今日は、6月の最終日でございます。はい。たまちゃんが泣いたので終了。
即終了ライブにしようか、これからな。で、今日は最終日でございましたね。名越の払いで、大払いでいいのかな、名越の大払いでございましたね。で、まあ、この前行った福徳神社でもらってきた宿題を昨日やって、でね、めんどくさいなと思いながら、なんか午前中って言ってた気がすると思って。で、まあ今日は午後から雨だからね、まあどっちにしろ午前中な、めんどくさいな、行くのどうしようかなと思いつつ、まあ昨日宿題やったんでね、まあとりあえず行くかと思って、今日は、今年は血の輪くぐってないからな、まだなと思ってね。で、行ってきて。ただそこはね、多分知能がないから、そんなね、宿題を出すシステムなんだろうと思ったんでさ、ね、だから多分そこに行ったところで知能はくぐれないよなっていうふうに思って、で、とりあえず宿題出しには行ったんだけどさ、で、それにね、なんか筆でもペンでもいいのでなぞり書きをしてって書いてあったんだけど、見事に私はそれを無視して鉛筆で書いてしまったのでね、これどうかなこれダメかなと思ったんだけど、まあ全然関係ないみたいでね、これってまだ間に合いますかって聞こうと思う前に、はい、ここに出してくださいみたいな感じだったんでね、なんか別に何も咎められることもなく、提出することができたんで、まあよかったよっていう感じね。で、なんかネット上で調べると、なんかそこは血の輪が、なんかある神社みたいに書かれてるんで、じゃあ、はい。今日行ったらね、その血の輪がさ、設置されてんのかななんて思ってさ、行ってみたんだけどさ、まあ確かにこの前行ったのは2週間ぐらい前ってことになるか。だからまあまだ血の輪はなかったかもしれないけど、今日行ったらあんのかなと思ったらさ、なんかね、ちっちゃい血の輪が飾られてるような感じ飾られてて、で、まあ午後になんかやるみたいなんだよね。3時からなんか4時まで、なんかその儀式、大払いの儀式をやるみたいなんだけどさ、で、なんかその時に使うのかどうなのかわかんないけど、ちっちゃい血の輪がなんか飾られてて、でそれにそれの使い方、昔はこれをこうね、2人で、片っぽの人がもう一人の人をくぐらしてあげて、で、また交代でね、くぐらしてあげてみたいに、なんかそんな風にやってたよみたいなやり方が書いてあるだけでさ、なんだろう、これ使えるのか使えないのか多分これ飾りだよね、みたいな感じだったんだよね。だから、なんか血の輪はくぐれそうにないぞと思ってさ。で、他の神社を探してね。で、行ったんだよ。でね、それの時に Google マップがさ、なんか誤作動を起こしてんだかなんだか知んないんだけど、全然たどり着けなくて、もうね、結構暑かったよね。まあ、炎天下じゃないからね、いいけどさっていう感じ、曇り空だから、まあいいんだけどねって、なんか去年とか一昨年に比べたらね、今年の名越のお祓いは全然涼しい方ではあるけど、さすがにちょっと蒸し暑いよねって、なんかね、なんか、這いずり回ってようやく行ってきたって感じでございましたよ。まさん、藤子さん、皆様、こんばんは、ボンソワ。今日は皆様は誰もいないようだよ。二人きりになっちまったな、ついに、みたいな、感じでございますな。で、そのね、なかなか Google が、なんだろう、誤作動かなんかでさ、振り回されて、で、最初は、歩いて行けると思わなかったんだけど、とりあえず宿題提出して、で、そこからね、その血の輪くぐれる最寄りの神社調べてみたら、なんか行けるっぽかったんだよね。たださ、Google マップってさ、なんか車になったりとかするからさ、車のナビっていうのだから人が歩ける分数なのか、それともこれは車のナビなのか、どっちなんだいみたいな感じで、まあ、とりあえずね、歩けなくもないだろうから、まあ、行くか、み
たいな感じでさ。で、行ってみたんだけどさ、なんかね、近づくと、なんか全然違う方向をさ、指して、また距離が伸びてね、十何分とかなってるわけよ。だからこれ何と思って、それをさ、3回か4回繰り返して、これダメだな、たどり着けないな、なんてさ、諦めモードだったんだよね。何回も何回もさ、Google を落として、もう一回検索し直して、で、ナビ開始とかするんだけどさ、何回やっても同じ現象だから、これなんだろうな、私ご縁ないのかな、これ、と思って。この神社に行くなっていうことなのかな、なんかさっさと帰るとか、なんかそういうことなんて思いながら、諦めずに行って、結局たどり着けたってことはね、歓迎されてるわけで、歓迎されてないわけではないのかなと思ってね、血の輪くぐってまいりましたよっていうね、感じ。てんたまさん、誰もおりゃん。はい。今日は一人ぼっちでね、終了だと思った。私が泣くから即終了ライブかなって思ったよ、今日はな。ね、てんたまさんがいてくれてよかったよ。で、それがね、日本橋だったでしょ。で、うろうろしてね、なんか人形橋の駅の方の神社に行ったんだよね。で、それが、他にもいろいろね、血の輪くぐれる神社とか有名な神社とかもあるけど、できれば今まで行ったことがないところで、今いるところから近いところ。ね、あまり遠くないところと思って調べてたら、茨城だったっけ前にさ、笠間神社行った時あったじゃんか。新幹線に品川から乗ろうと思ったら新幹線じゃなくて在来線ですって言われたやつな。栗食べた。栗のお菓子を食べたかったんだけれども、モンブランは、クリームがいっぱい入ってるからやめたっていう、笠間。栗が、生産量日本一かなんかの、笠間に行った、ね、神社に行った笠間神社がどうやら近くにあるみたいだったから、なんかね、今年はこの、笠間神社に私はご縁があるのかしらと思ってね。じゃあ行こうと思ったのにさ、じゃあ行こうと思ったのに、いざ Google マップね、もう全然機能してくんないんだもん。これ、どうなっちゃってんのって感じで。なんかね、この道まっすぐでいいのかなんて歩ってたらさ、全然違うところまた指してるから、はぁとかって思って。んで、ね、また戻って。で、じゃあこの道まっすぐね、と思ったらさ、また違うとこ指してるからさ、もうってなって。もうほんと泣きそうだったんだけどね。でもとりあえずたどり着けて、すごいちっちゃい神社だったけど、すごいちっちゃい神社なのにね、ちゃんと血の輪があるところが、すげえなと思って。で、いつもだったらさ、なんか8の字をね、あの、なんだ、描いて、くぐれってね、説明が書いてあるんでさ、それの通りにいつもはくぐってたんだけど、なんかさ、今年のね、夏至かなんかの佐藤光郎さんの動画で、その血の輪を左に3回、右に3回回ってとかって言ってたから、そうなんだ。それやったことないなと思って、じゃあ今年それやってみるかと思ってな。みんなはその8の字だけで目が回りそうとかっていう風に言ってたんだけどさ、私はその左3回、右3回やってみたもんだからさ、もう本当に目が回って、もう本当に目が回って、フラフラになりながらね、もうパンパンってやって、はい、どうもって、はい、どうもつってね、やって、帰ってきましたっていうね、感じ。てんたまさん、Google マップで富士山5合目から、頂上まで1時間半と表示されるらしいです。そうなんだ。斜面を考慮してないのでね、そうだよね。そうそう。だから実際行くとね、もう斜面でっていうのあるよね。1時間半なんだ。
頂上までな。すげえ。カニタさん、ジャスティス、こんばんは。坊主は本日もしぶとくやっておりますよ。ね、だって5合目から頂上までで、1泊だか2泊だかしていくんだろ確かね、泊まるところあったじゃんか。そこちゃんと泊まって行ってくれよって感じだったよね。ってことは、何十時間何十時間だよね。てったわさん、カニタンさん、こんばんは。新作動画拝見しました。カニタンさん、てんたまさん、こんばんは。燃え尽きてました。なんて、みんな沼っておりますね。YouTube 沼に沼っておりますかね。でね、人形町のあたりだったから、また帰りの最寄りのね、駅を探してさ、ただまあ人形町の駅はね、何度か歩いたことがあるからさ、まあね、この辺に駅があったぞっていうのはさ、たい焼きの動画作った時にね、覚えたんでさ、ここまで来ればわかるわと思ってね。まあ、帰りの駅は迷わず、とりあえず良かったんだけどって感じでね。で、たい焼きのお店でさ、小豆もなかも売ってるんだけど、で、今日なんかは暑いからね、もう小豆もなかでいいかななんていうふうに思ってたんだけど、今日はたい焼き屋さん休みだったんだよね。今日は休みかと思ってさ、で、じゃあと思ってね、今半があるんだけどさ、今半で、そのたい焼きの動画撮り行った時にさ、中華街の肉まんみたいなさ、せいろ、でかいせいろがさ、店頭に置いてあってさ、そこにあんまんってあったんだよね。で、それが気になってたわけよ。今半のあんまんってどんなんだろうなって気になってたんだけど、あの時はさ、まださ、寒い時期だったからよかったけどさ、すげえそれが美味しそうだったけどさ、今日は暑いんでな、暑いよな、なんて思ったけど、でもまあ気になったことは今年中に全部やると思ってるからさ、じゃあこれはいい機会だからな、あんま買おうと思って。で、しかもさ、その今半もさ、いつも通るときはさ、人が並んでるんでね、なんか混んでて、なんかいいやっていう感じだけど、今日はね、変な時間に通ったせいか全然空いてたんで、こりゃチャンスだぞと思ってさ、今半に入ってってね、お惣菜のところ入ってってね。で、まあね、なんか今半とか言うからさ、やたら高いお惣菜なのかななんて思ってたけど、まあ別にそういうわけでもなくね、まあ高い弁当も売られてるけどさ、それなりのお肉使ったね、多分弁当なんだろうと思うんでさ、まあそれなりの弁当も売られてはいるんだけど、そうじゃなくて、まあ普通のね、コロッケとか、まあ揚げ物系のなんかね、お惣菜とかもあって、まあそれだったらね、普通に買えるかなっていうね、感じで、しかもなんかね、月末セールっていうのがあるらしくって、で、どうやら今日は月末セールをね、されてたみたいなんだよね。ただ私の所持金がもうないので所持金がもうないので、そんなにいろいろ買えないんでね、とにかくあんまんだけ買おうと思ってね、気になってんのはあんまんだと思って。で、店頭でまじまじさ、中身をさ、見てたらさ、なんかね、小豆はまあそうだと思うんだけど、ごまか。ごまと大豆と、なんかね、豚肉とか書かれて、肉が入ってる。肉が入ってると思って、それは気になるなと思ってさ、ね、で、買ってみたんだけど、まあね、実際食べたらね、ただのごままんっていうのかな、小豆もないよ。肉もないけど小豆もないよみたいな感じだったかな。くるみが入っててね、なんかくるみとごまあんのあんまんみたいな感じで、ただ値段がさ、500円ぐらいするわけよね。500円ぐらいするのに、普通のまあ、あんまんだなっていう感じだったんで、まあ次は買わないかな、みたいな感じ。ただまあ買ったおかげでそれが分かったんでね。まあ良かったよと。
まあ今日はいろいろとね、経験できてよかったよってね、感じでございます。てったまさん、藤子さんもカニタンさんも動画を作られる方は大変ですね。まあ私はそれしかやりたいことがないからいいんですけどね。京子さん、藤子さん、皆様、ジャスティース、ありがとうございます。タニタンさん、藤子さんは複数のチャンネルを維持できて、マジすごいです。気が狂ってるから。気が狂ってるから。だから、これで生活できなきゃもう本当 G エンドなんでさ、もう本当早いとこどうにかなってくれないからと思ってるんだけども、なかなか思うようにいきませんなっていう感じ。てったまさん、松田さん、こんばんは。谷田さん、松田さん、こんばんは。てんたまさん、所持金がない。はい、パスモのさ、ケースの中にね、いざっていう時用に1000円を忍ばせてたんだけど、その最後の1000円を使ってしまったので、使ってしまったのでな。で、ほら、あんまり1個に500円ぐらいかかるんでさ、もうあと何も買えないじゃんっていうね、感じ。ね。で、ふと、なんか次のお出かけな。そうだ、夏休みじゃんと思って、7月だから、夏休み入っちゃうじゃん、やべえと思って、まあ暑いから出かけないっていうのは確かにあんだけど、危険だからっていうのがあるからさ。だからまあ8月は確実に出かけない予定だけど。だからもう今から8月は出かけない予定で根詰めて、出かけてたわけよね。出かけてたんだけどさ、だから7月いっぱいでなんとかね、行きたいと思ってたところには全部行くっていうふうに思って思ってたけど、まあ時間足んないよな、なんて思いながらさ、いや、でもどうしたらいけるかなって思ってたわけよね。だけどさ、夏休み入っちゃうじゃん。やべえと思って。でね、だからそうすると7月の20日ぐらいから夏休み入っちゃうんだっけってことは、あと20日しかないって思ってさ、さらにタイトになってきた。時間がない、やばい。どうしようと思って、所持金ない。所持金ないどうしようと思ってな、今ちょっと困り果ててるようでさ、今さ、メルカリからね、商品をさ、購入したいんだけどって言われてるんだけどさ、利用制限がかかってるわけよ、長いこと。利用制限がさ、全然解除されなくて、まあ、要は乗っ取りがあったんでね、乗っ取りがあってね、で、それをメルカリに報告したら、利用制限かかってるからっていう話でね、で、本人確認をするんで、で、それでね、許可されたら利用制限がね、解除されますよって話なんだけれども、それで必要なね、情報は送ったのに、それっきり全くもってメルカリは連絡が来ずでな。ただこっちから、自分の好きな商品にお気に入りにさ、お気に入りってポチってするのも、なんか利用制限がかかってるからできませんってなってたわけよね。だから、ってことは商品の購入もできないってことか。ってことは、メルペイも使えないわけか、参ったなと思ってたわけ。今ほら、所持金ないから、所持金ないから、そもそもな、だからメルペイそろそろ使えないと困るんですけどっていうふうに思ってたんだけどさ、全然ね、解除されないまんま、商品が購入できないんですけどって、ずっとせかされてて、もうね、もういろいろとね、もうめんどくさい、もう参った、助けて。誰かみたいなね、感じになってます。テンダーさん、夏休みね、そう気づいたらさ、あと20日で夏休みになっちゃうわけよ。ただまあどうなんだろう、そのお盆の時期を外せばまあまだ、いいのかなと思うけどさ、でもね、だって
普通に今さ、インバウンドでさ、平日出かけたってさ、ちょっと出かけるとさ、なんか人混みっていう感じなのにさ、これで夏休み入っちゃったらもうさ、もう目も当たらない状態になるじゃんか。もう出かけらんないよ、本当ってことになるからさ、その前にな、出かけるべきところは出かけておきたいと思ってたんだけどさ、いや、ちょっと時間足んないぞ。どうするみたいなところだよね。でもさ、今年は大田区の花火大会はあるのでしょうかね。そうだよね。去年なんで中止だったんだっけ？去年なんでだったっけ？なんか早々と中止だったよね。去年はコロナ解除されてたよね。去年の5月ぐらいじゃなかったっけ？解除されたのって。でも中止だったんだよね、確かね。早々と中止だったよね。あ、台風か。台風の予報、そんな前から出てたんだっけね。なんか今までもさ、そう、だからちょうどね、台風の時期なんだよね。もうね、当日ほんとね、ギリギリまで、今日やるのかなっていうので構えてて、んでね、結局それまではできてたんだけど、もうここ5年ぐらいやってないけどな。もっとかな。ね、コロナからずっと中止で、で、コロナ明けても台風で中止で、で、その前の年もコロナ前もなんか台風で中止だったかな。だからずーっとね、今までね、中止になることがね、ギリギリ、もういつも台風の季節なんでさ、ギリギリまでね、なんかやるのかやんないのかわかんないっていう中、ずっとね、開催されてた、結構ね、根強いっていう、なんて言ったらいいのかな。花火大会だったのにね、なんかずーっと中止でな、今年はどうなんでしょうね。なんかもうそこまで来ると、もういいや、もういいや、みたいなね、気分でいたんだけど、ただほら、なんだっけ、テントえっと、テント張りの練習だからテントを手に入れたら、それでね、場所取りにさ、さっさと行くわけよ。で、昼間な、日陰がないところで場所取りするから、あ、じゃあ今年はね、テント張りテントを入手できたら、テント張りの練習のために、もし花火やるようだったらね、場所取りに行こうかなぐらいにはね、ちょろっと考えてたんだよね。早くも7月ですね。そうそうそうね。もうさ、気づいたら、あ、夏休み。そうだった、夏休みだったっていうのをさ、思い出しちゃったんだよね。ねえ、てんたまさん、去年は台風ですね。そっか、台風だったんだね。そんな早々とな、いつもギリギリまでね、諦めずにね、やるかやらないかっていうのをさ、粘ってたんだけど、さっさと去年は中止決まってたもんな。台風だったから。てんたまさん、当日はやれたのにって天気でしたね。そう、そういうもんなんだよ。そういうもん。だからね、いつもね、当日ギリギリまでやるかやらないかの判断はね、粘って出さなかったんだよね。で、いつもできてたんだよ。てんたまさん、ググったところ、2024年大田区平和の、集い、花火大会は8月15日。そう、曜日はね、決まってんだよね。8月15日木曜日の日程で開催されます。おお、そうなんだな。じゃあ、誰かテントを私にテントを私に、プレゼントしていただければ、テント張りの練習で、花火動画撮りに行こうかなみたいなね、感じでございますよ。もうね、あれ帰りがね、暑くてね、ほら、行きはまださ、花火見るまではさ、楽しみだから、まあいいんだけど、帰りもうさ、もう地獄。ただ暑いだけ、ただ暑いだけ、ただ人混みみたいな感じでね、もう帰りが地獄なわけよね。それ考えるともうね、しんどいんだよ。しんどいんだけど、ただあの花火がほんとね、すごいんだよね。すごいんで、それを楽しみに
言ってたんだけど、ただもう長いことお休みしたじゃんか。だからもうなんかね、その熱も失せてきたよね。もうなくていいかな。もうめんどくさいが勝ってきたよっていう感じだな。テンタはさ、花火大会の場所取りのテントは、普通、ポップアップテントでしょ。そうそうそう。でもさ、ポップアップテントってさ、しまえないよね。どうやってしまうのって思う。ね、なんか苦労してる姿はよく見るよ。周りでな。やっぱりポップアップテントでね、場所取りしてて、で、いいなって思うわけよ。やっぱりさ、日陰ないから。で、自分は日傘持ってってね、で、その暑い炎天下の時間帯は、日傘さして、で、いるわけよ。で、テントな、いいよなって思うんだけど、畳むのがさ、やっぱ苦労してんだ。私あれ絶対畳めないよと思って。で、ほら、一人で見に行ってる人は他にいないじゃん。一人で見に行く人はさ、他にいないじゃん。だいたい何人かで見に行くから、そのテントもさ、一人でしまうわけじゃなくて、何人かでね、誰かが押さえてて、でね、二人ぐらいでさ、畳むから、まあ、畳めるけど、いや、あれ絶対私一人じゃ畳めないって思うから、ね、ポップアップテントはさ、広げるのはすげえ楽そうでいいなとは思うんだけど、しまうこと考えると、いや、ちょっと買えない。安くていいんだけどね。まあ、ちょっと買えないよなって思うんだよな。京子さん、今週末は地元で、祇園祭りが3日間開催されます。もう祭りの時期か。祇園祭りの時期になると、夏が来たと、後で見えないぞ。毎年思いますね。祭りの時期ってそう思うよね。もうそんなかと思って。だからまあそれの一つに、私の場合はあれかな、隅田川の花火大会のテレビ中継があるかな。まあ今テレビ見てないから見ないけどさ。今テレビないからな。前はね、だいたいあれ、花火大会って土日日曜日でも、月の最後だったっけ？ 7 月の30日なんか月の終わりだったっけ？あ、そっか、夏休みだから関係ないのか、曜日。そっか、そうすると7月の31日か、にやってたのかな。なんかね、いつも仕事終わって家に帰ってきて、で、部屋真っ暗にしてテレビつけて、なんか花火味わってる的なことをやって、で、今年も夏だな、みたいなね、なんか感じがしてたけど、そういうのがあるよね。で、なんだっけ、沖縄の人だとエイサー祭りっていうのがあるみたいだよね。で、それがね、あんまりよくわかってなかったけど、どうやらその沖縄全島を通してやる祭りらしいじゃんか。で、まあ地元の人はやっぱりね、夏が来たなみたいな感じがするんで、なんかそれを楽しみにしてるっぽいじゃんか。そういうもんだったんだと思ってさ。ただそのエイサー祭りなのかな。なんかやってたよね、原宿でさ。原宿とかさ、渋谷でさ、去年だったっけね、だから沖縄だけじゃなくて、エイサー祭りじゃないか。なんだっけ、あれ。阿波踊りなのかな。いや、違うよ。阿波踊りはあの踊りだもんね。だからエイサー祭りかな、やっぱりな。なんか渋谷だか原宿でやってたよね。だから原宿に、なんだっけ、カレー食べに行ったんだったっけなんかで行った時にさ、なんかすげえ人で、そもそもさ、原宿ってすごい人いっぱいいるからさ、原宿行くの嫌だな。嫌だなーって思って。なんか昔はさ、原宿駅なんかさ、普通にさ、入場規制かかってんだよね。なんかただの駅なのにさ。
ディズニーランドでもないのにさ、ただの駅で入場規制かかってんだもん。もうこれ、っていうのな、またそれ、もうそこに行くの嫌だな、なんていうふうにさ、なんか渋谷じゃない、原宿行くって言うともうって思うんだけど、なんかね、広くなって、駅が広くなって、それで今それないのかなわかんないけど、なんかそれともね、そこまで人が来なくなったのかわかんないけど、なんかさすがに入場規制はやってないのか、たまたま自分がやっぱりね、できるだけ空いてる時間に行こうとするから、入場規制には引っかからずに済んでるのかわかんないけどさ、なんかね、原宿駅、綺麗になって広くなって、なんかどうもその入場規制は、なく済んでそうだなっていう感じではあったけどさ。原宿なんてもうそもそも人多いのにさ、そんな祭りやられたらさ、もう何してんのもうちょっと違うとこでやってよって思ったよね。えーっと、テンタはさん、松田さんは京都にお住まいですかね？いいところ住んでるな。名前からして京都っぽい名前だな。漢字だけが。テンタマさん、沖縄県、八重山列島で行われる伝統の記載なの？えーあ赤股、黒股を見てみたいです。エイサ祭りじゃなくて、そういう、赤股、黒股っていう祭りがあるのね。記載っていうことはどうなんだ？股が、赤いとか黒いとかそういうこと？京子さん、成田市です。成田市っていうと、なんか千葉を想像してしまうんだけれども、京都にも成田市っていうところがあるの？もうほんとね、日本のこと知らないんですよ、私。日本だけじゃなくね、全てにおいて全然知らないんだけど、まあ、方向音痴だからっていうのもあるんだけどさ、もう知らないんで、ほんとね、アホなこと言ってるってみんなからしたら思うと思うんだけど、受け止めてください。優しく教えてあげてください。よろしくお願いしますっていう感じな。京子さん、千葉県成田市です。合ってたんだね。私が想像してる成田市でよかったんだね。地元で祇園祭りがあるんだ。へえ、そうなんだね。じゃあ、成田と、その京都の、なんだろうな、神社、寺とかがあれなのかね、同じような系列で、同じような祭りやるみたいな、そういうことなのかな。ね、一般常識だったらごめんなさい。何も知らないので優しく受け止めてあげてくださいっていうね、感じだよ。鍵田さん、祇園とつく祭りは、福岡だと、祇園山笠と、小倉祇園太鼓ね、じゃあ、擬音とつくものはいろいろとあるんだね。そうね、これ、だからほんとね、ライブやっといてよかったよって思うわけよ。ね、いろいろ教えてもらえるからさ。知識ね、広がるから、自分一人でね、生きてたら全然知らなかっただろうなっていうことさ、ここで結構覚えたよね。だからほんとね、やっといてよかった。教えてくれてありがとうよ、みんなな。これからもよろしくお願いいたしますよ。てんたまさん、赤股、黒股祭りを見に来た、部外者を、島民が集団暴行する、事件も起きているという被災で写真、ビデオ撮影や公害も禁じられています。ネットの情報も限られていて、写真も、数枚しか出てきていません。そうなんだ。ちょっと暴行は嫌だな。ゆるふわで生きていきたい人間なんで。暴行はちょっと嫌だな。そう、どこだったっけ記載。
それこそあれか、笠間かな。笠間行った時だったかな。どっか行った時にね、なんか青森だったっけなとかって思ったんだけどさ、あの、記載記載、なんとか祭りとかっていうのがさ、一瞬出てたんだよね。んでね、編集してる時に撮影してた時気づかなかったわけよ。だから気づいてればちゃんと撮ってたんだけど、気づいてなかったんで、チラッとしか映ってなかったんだよね。ちらっとしか映ってなかったんだけれども、編集してた時に気づいたわけよ。で、と思って、記載とかって書かれててさ、なんとか祭りみたいのがあって、でそれ調べてみたら、なんかね、暴言を吐くんだったっけな。あ、そう。お寺か神社か祭りをやるのかっていうのは神社かな。神社のその、えっと、なんだっけ、宮司さんとかっていうのかな、巫女さんとかっていうのかな、たちに対して、庶民っていうのかな、見に来た人たちが、暴言を吐くんだよね。何それみたいなね、感じだったけど、まあね、暴力ではないから、まあ見てる分には、それはまあいいかなと思ったけどね。暴力はちょっと怖いな。カニタンさん。YouTuber には恐怖ですね。ああ、そうだよね。てんたまさん、松田さんは関東でしたかね。そっか。成田市ってことは、成田空港が近いから、じゃあそれで、あれだね、ジェットスターとか、ピーチもあるのかな。ね、LCC は成田からだもんね。だから、それでいろいろ飛行機乗っていくことができるんだな。そりゃいいな。ーっと、大吉さん、藤子さん、皆様、こんばんは。ボスは本日も仕事をやっておりますよ。てんたまさん、カニタンさん、赤股、黒股を撮影できたら、1000万回再生いきますよ。カニタンさん言ってらっしゃいね。私はゆるふわだからいかねえだろうなって踏んだんだろうな。ねえ、でも、撮影、どうだろう、YouTube の方で規制されてて、あんまりないっていうことなのかな。それとも島民に暴行されて、やられちまうので、アップできないって、そういう感じだから YouTube に上げれば、まあ別に公開はされるよっていう感じなのかな。てんたまさん、大樹さん、こんばんは。ぜひ関東在住の方々で、第2回フニータオフ会を開催してほしいですね。そうだね。第2回フニータオフ会開催してほしいね。だから、8月は出かけないから。8月は暑いからね、夏休みだし暑いから出かけないから、開催するならどなたか8月で、お願いします。8月でね、私を誘致してくれれば、行きますんで。おんぶに抱っこな。はい。タヌコさん、こんばんは、ボンソは、しぶとくやっておりますよ。お、マチャが来たな。マチャが来たということは、ね、スクールメイツが来たから、エンディングかなエンディングするには時間があるから、ちょっとタロットカードタイムいっときますか。じゃあ本日もタロットカードタイムでございますので、78枚の中から1枚引きまして、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。で、このシャッフルは皆様のストップの掛け声で止まりますので、ご協力よろしくお願いいたします。てんたまさん、10年以上前に赤股黒股の写真に衝撃を受けて、
それ以来いろいろ調べてはいるのですが、全然情報がないという、写真に衝撃を受けるってどういう写真なんだろう。まあ今調べろよって話よね。今調べなさいよって話よね。衝撃受けるような写真で、ね気になるってどんななんだろうな。気になるぞ。気になるぞ。てんたまさん、たぬこさん、こんばんは。たぬこさん、てんたまさん、こんばんは。そう、今日そういえばね、お客さん早めに来たのよね。結局なんかね、夕方電話かかってきてっていうか、今日何度か電話かかってきてたんだよね。ただ、その電話に気づかず、で、3回目かかってきた時に、同じ電話番号だから、もしかしたら今日のお客さんかなと思って出たらさ、やっぱりそうだったんだよね。で、ちょっと早くに行けませんかねっていうので、結局早めに来たんでな。だからプレミア公開の時にはもうお客さん帰ってたんだけど、まあ今更ね、プレミア公開にしたところで、あんまりあんまりね、効果ないかと思ったんで、いや、そのままでっていう感じでね、今日は普通に公開しましたなっていう感じだったな。で、今日は何食べたんだっけな。今日はそのあんまん食べたじゃん、今半の。で、朝は米粉のパンケーキ作って食べただろう。で、帰ってきてからね、お腹が空いてご飯炊いたんだ。ご飯炊いて、で、しそね、しそがまたさ、もりもりになってたから、しそを収穫したんで、で、そうだ、しそのごま和え作ってみたいと思ってたんだっけと思ってスーパー行ってな。ただまあ、ごま和えで失敗した時に、白和えに変換できるように、豆腐と、あとすりごま買いに行ってな。まあ、すりごまはオーガニックのすりごまは売ってないんで、まあ、諦めてな。普通のすりごま買ってきてな。で、今日はしそのごま和え作ってみたんだな。そしたらね、なんかね、ご飯のおかずになりそうな、いい感じになったよね。で、よかったよと思ってさ、これからしそはごま和えにするかと思ってな。で、そのごま和えにしたしそでご飯食べたんだけど、結構ね、ちょこっとで、十分、味がするんで、結局ご飯の方は全部食べちゃってね、しそのごま和えの方が残っちゃったんで、また明日もご飯炊かなきゃなっていう感じかな。と、京子さん、ストップありがとうございます。では、京子さんからストップの掛け声いただきましたので、ここから6枚置きまして、7枚目のカード、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。では、いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6、で、7枚目のカード、本日はこちらでございます。せーの、じゃじゃん。ソードだから情報だね。情報だからひらめきだな。何もないところから手が出てきて情報をくれてるわけだから、ひらめきで王冠を、王冠を突き刺してるっていうのかな。それがね、だから、とてもいいひらめきが来るみたいな、そういうことかな。ソードのこれエースですかね。エース、エース。はい。で、逆位置だな。なんだ、いっぱいあると、仕事運なんだ。ソードのエースが、違う、仕事運で、書いてるのか。これでどうだ、ソードのエース。運命の道を切り開き、乗り越える覚悟と強い意志をね、今日で、半年が終わって、残り半年、明日から始まるのにね、ちょうどぴったりな、
カードじゃないでしょうかね。ただ逆位置なんでどうでしょうか。恋愛、仕事、その他正位置は、なんだこれ。どっからだはい、新しいことに、このカードは試練が予想される何らかのスタート地点において、覚悟を決めて突き進もうとする強い意志力と揺るがない決断を意味します。新しいことにチャレンジしようとしています。はい。で、ケース別、仕事その他、正位置での意味、愛に対して、恋愛に対して、お金に対してばっかりだな。あれ逆位置がないぞ。何これ逆位置とか正位置で書いてないんだ。ダメだ。失礼しました。絵柄の意味。ソードは風のエレメント、ショアルカナのタロット。こちらは熱い雲の中から力強い手が出て、鋭い剣をまっすぐ振りしめています。剣の先には勝利の象徴である王冠、月桂樹。他を排除して結果をつかみ取るという強い意味合いが読み取れます。逆位置、無慈悲な行動、暴力的、暴力の話が出たから。暴力的。ソードのエースはトランプのスペードのエースに該当。タロットカード。手に握られた剣はまさに強引に現実を切り開いていく、そんな強さを物語っている。そのため、逆位置ではその強さが暴力的な姿勢や無慈悲な行動として解釈されるのです。暴力のキーワードが来てますね。逆位置の意味、キーワード、残忍な行動、切り捨てる、暴力的、手痛い敗北、とどめを刺す。剣を突き立てる図となり、残虐で、なるほど、剣をぐさってしてるってことになるのか。残忍で、慈悲な一面が強調。暴力的な行動や他を切り捨てる姿勢を意味する。このカードは何に対して占うかでその解釈が変わってきます。そうだな。人間関係では周りを切り捨てるような態度、暴力的な発言。逆位置となると争いの末、敗北を表す。しかも負けんのかよ。仕事、恋愛、まとめ、弱さを断ち切る決意で、成功をつかみ取るカードなんだ。なのに逆位置だとそんなになっちゃうのね。一切の情は認められません。正義に裏付けられた合理的な決断で勝利や成功を手中に収める、それらの意味を持つカード。何事においても迷うことなく物事を明確に切り分けていく。時には敗者を切り捨て前進する、そんな非常な態度をとってしまうこともある。もしあなたが人生において選択を迫られたとき、このカードが、正位置で開かれるなら情に流されない強さを持つ必要がある。未来を表すカードで正位置が出たら、あれ逆位置にとって対しては書いてないんだな。はい、というわけで。逆位置関係ないってことでいいですかね。明日から7月ですがね、強い意志を持って切り開いていきましょうみたいな感じなのかしら。はい、知らんけど、楽しんでいただけてたら幸いでございます。田中さん、赤股、黒股調べたことあります。そうなんだ。注意書きの看板の画像はネットで見ました。そんな衝撃的なんだ。天玉さん、暴力ね。暴力のカード出たな。無抵抗主義、やられっぱなし、っていう感じ。カニタさん、8月後半にはヨッシーが東京に引っ越してくるから、オフ会の幹事をやってもらったらよいかも。いいね。
時間はまだわからないけどいいね。じゃあ、ヨッシーさんにおんぶに抱っこでね、オフ会かな。てんたまさん、たぬこさん、好奇心旺盛で素晴らしい。ヨッシーさんがついに東京へね、ついにだね、赤股、黒股をちょっと今調べたい。つながらない。赤股、黒股。カタカナなんだね。私がひらがなで打ち込んじゃったから出てこないのかな。なんか全然繋がらないぞ。赤股、黒股、カタカナだね。八重山列島。旧暦5、6月旧暦ってことは7、8月ぐらいになるってことなのかな。なんだろう、ヘビいつ来訪しますか？画像で検索すればいいのか？なんだろうな、赤股、ヘビみたいな？それとも、なんかこの生ハゲみたいなやつ？衝撃を受ける写真と言ったら、なんだろう、この、蛇みたいな、赤股、黒股、白股、三柱の、神様、沖縄の神様ってこと？違うのか。頭にこの生ハゲみたいのついてんの？そういうわけじゃないのか。なんか、わかんないね。そっか。調べてあんまり情報ないから、見に行きたいってことだったっけね。よし、これはカニタンさんの動画に期待するしかない。というわけで、本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。で、私の人生の目的は、私の笑顔で私とみんなを幸せにすることですので、チャンネル登録、まだの方はチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパッチャーを投げといていただけると、私が笑顔になりますので、よろしくお願いいたします。あと、無理でなければ、お友達へのシェアもよろしくお願いいたします。でもあれだ、キヨンさんかな。それがあれだ、暴力的な北海道さんに誰か連絡して、ね、お願いしてみてくださいませ。というわけで、本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい。いいとも。じゃんけんぽい。はーい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。